皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之を送るスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いしま今回はす。シリーズ、3回シリーズで、はい、スポーツジャーナリストの大隅良之さんと後藤武夫さんに来ていただいて、はい、ワールドカップのすべてのことを反省と未来について喋っていただきますという3回目の今日は、まあ未来のことを喋っていただこうと思うんですけれど、次回ははい。100年記念大会なんですよね。で、このそう100年記念ですね。はい、大会で、私ちょっと調べてみたら、1930年に第1回大会がウルグアイで、開催されて、この時は予選も何もなく、ウルグアイのサッカー協会から、招待状が行って、いろんな国が参加するということになったけれども、大陸の方からは、3日間もかけて船旅していくのは嫌だというので、参加するのがいなかったと。それで、ジュール・リメという当時の会長ですね。はい、はい。ワールドカップはもともとジュール・リメ杯というカップの名前がついてたぐらいの、その方が、いくつかの国にぜひとも参加してくれと言って、ヨーロッパからはベルギー、フランス、ルーマニア、ユーゴスラビアが参加することになったと。で、それで南アメリカではアルゼンチン、ブラジル、チリ、パラグアイ、ペルー、ボリビアのチームが参加することになったと。で、日本はい。にも招待状が来てたんですね。でも日本はなんか遠いからやめたということで行かなかったそうですけれども、第1回大会は、行われた場所がウルグアイで優勝がウルグアイと。ウルグアイは当時はオリンピックで2大会連続優勝しているぐらいで結構強いチームだったらしいですけど、その大会から数えて100回記念ということなので、2030年はモロッコ、ポルトガル、スペインの合同開催になっていますけれども、アルゼンチンとパラグアイとウルグアイで記念試合もやると。かなり広域でやるということになっているそうです。というようなことを含めて、将来のワールドカップについて語ってもらいたいと思います。えー大隅良樹さん、後藤武夫さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしということで、ます。お願いし大隅さん、ます。どうですか？次回の大会に対してどのように展望されてますか？いや、そうですね、まあ、100周年大会。はい。まあ、さっき、玉木さん、ヨーロッパから、3日はい。かかるって言ってましたけど、実はい。際に2週間、2あ、週間、2週間ですか？船旅2週間片道かかる。2週間ですよね。うん。あ、そう片道ですか。すい2週間。ません。失礼いたしました。ですから、まあ、それで行きたがらなかったのはまあしょうがないんですけど、はい。今度、まあ、100周年大会ということで、本来なら、まあ、ウルグアイでやれば一番すっきりしあ、てたんですけど、まあ、はい。もうこんだけ巨大になってしまった大会を、うえん。南米の貧しい国ではできないうと。ん。さっきね、前回ですね、はい。ワールドカップの収益が、2兆5000億円っていうはい。話しましたけど、はい。大会で。はい。それは、ウルグアイの国家予算が大体そのくらいなんですよね。ああ、そうですか。はすみません。い。そういうようはな国ではなかなかできないんで、い。なるほど。まあ、スペイン、ポルトガル、モロッコ、大モロッコ。陸を、地域連盟をまたいだ、初めての大会にうなりますけん。ど、そこに南米の参加国を1試合ずつやらせようって、まあ、かうん。なり無茶な計画、うん。机上のうん。空論っていうのはこういうことを言うんだと思いますけど、あ机上の空論を無理やりやってしまうのが FIFA で、うん。えまあ、そのために、6カ国が、あ予選なしで出場するということになるわけです。あ、そう南なん米の参加ですか。国も予選なしで参加する。
ああ、なるほもう、ど。そこでやるわけですから、その国に立たないわけにいかないですから。はいはい。で、48のうち6カ国かっていうような話もあってですね、はい。じゃあ64にしちゃいましょうっていう話が、はい。僕は実際そういうふうにするだろうというふうに思ってます。なるほど。今度は64チームの大会になるだろうという。はい。最近も報道で一部は64カ国を強く検討というような、報そうですね。道が出ましたけれども、で、まあ、お一つはね、もう、48にした時点でもう、めちゃくちゃになってるワールドカップはい。ではあるんですけど、それはまあ、大隅さん言われていたグループリーグが2位のチームと3位のチームがそうですね。だからそ、出てくるそれはというね。64にしたらすっきりしますから、はい。まあ、僕は64にして、もう48にしたんだ、64。はい。毒幅皿までっていう感じです。64でも、別にそれはいいんじゃないのって思いますけど。なるほどね。後藤さんいかがですか、次の100周年記念大会は？そこで南米3つにやらせることによってね、何が起こる。はい。つまり、次回はヨーロッパのスペイン、ポルトガル、アフリカのモロッコ、そして南米の3カ国で、やるわはい。けですね。で、今回は、北中米でやった。というこうん。とで、2034年の大会はもうアジアでやるしかなくなっちゃったんですよね。はい。でサウジアラビアでやるということが。ですから、サウジアラビアで34年大会をやらせるために南米も引き入れちゃったっていう面もある。ああ、なるほどで、ね。う今回トん。ランプさんとインファンティーノ会長の仲の良さがありますけど、うん。インファンティーノ会長はムハンマド皇太子とも非常に仲いいんですよね、サウあジアラビアで。あ、あの人は権なるほど。力とお金を持っている人には誰でもすり寄っていきますかうんら、ムハンそうらしマド皇太いですね。子。ムハンマド皇太子ってどういう人物かというと、かつてジャーナリストを殺人したんじゃないかというはい。疑いが持たれているとんでもないうん。人ですよ。うん。そこで大会を持っていくために南米を引き入れたんじゃないかとも言われているわけですよ。なるほどね。もうめちゃくちゃな世界です。ただ、一つ救いになるのは、今回やっぱり中心になるのはスペインだと思いますけども、はい。ワールドチャンピオンの国でやるということがあるんで、ね、ああ、これは非常にいいことじゃないかと思います。うん。サッカーの伝統のある国で、大会が行われる。そこで、少しでも本来のワールドカップに戻ってほしいなというのが僕うの希望。ん。今、中心はスペインだろうっておっしゃったのは、やっぱりまだ発表はされてませんけれども、決勝戦はスペインでっていうことになりそうですかね？まあ、常識的にそうなんですけど、モロッコが非常にうん。やりたがっていて、あ大きな新しいスあ、タジアムを作るからうちでやってくれって言ってるらしいですけどね。まだ決うまってますね。ん。ただ、多分試合数はスペインが一番多くなるのは間違いないんじゃない。はいはい会はい。場数自体がもう違いもんね。会場都市数がもう全然違う。はいですから、はいはい。例えば我々が試合を見に行くときでも、例えばマドリッドに泊まってれば、スペイン国うん。内行ったり来たりしながら普通に試合が見られる。おそらくマはい。ドリッドにたくさん試合があるから、今はい。回みたいに右往左往しないで済むという意味では、本来のワールドカップに近い形に戻ると思いますね。なるほどね。まあ、記念大会だということでの南米大会を切り捨てての取材はやりやすくなるということですね。今回よりは間違いなく間よく、違いなく、なる取材もそほどね。うだし、一般の、ファンの方が観戦に行く場合でもね、はい。多分ずっと移で、動とかしやすくなりますよね。いや、その、はい。うん、その次の大会がサウジアラビアと決まっているんですけれども、これもやっぱりあれですかね、64カ国でやることになるんでしょいや、うかね？それは無理だと思いますから、48に戻すと思います。48人やっぱり戻す。うん。だから1回だけっていうことで、64でやると思います。100周年一回だけ記念という。で、戻せますか？うん。うん。まあ、戻せると思います。なるほど。消費税も1%にして2年後にまた8%戻すのはすごい難しいと思いますけど、ワールドカップも64に1回しちゃって、それをまた48に戻すの結構大変だと思いますけど。まあ、でもこんなに、もうゲップがみんな出て、もうこんなにいらないよって言って48に戻すんじゃないなるですか。ほど。僕はね、はい。ワールドカップがこうどうなるかっていうのは、一番うん。興味があるのは、FIFA がちゃんとワールドカップというものを、本来のものにするかどうか、する気があるかどうかっていうことにかかると思います。要するに、うん。あの、FIFA が自分たちがっていうか、自分たが、金儲けするための、
大会と考えるんだったら、それこそ64のまま突っ走って、5カはい。国共同開催でも何でもかんでもやるんじゃないかうと思いまん。すけど、うん。あのそれをひっくり返さなければ、ワールドカッうん。プは本当にどん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 疲弊して、世界のファンがうん。疲弊して、もうそっぽを向くような大会になってしまうんじゃないかと思います。うですから、ん。本来の姿っていうのは32チームのワールドカップで、はい。それで1カ国、あるいは2カ国共同開催でもいいんですけど、それうん。で入場料も世界のサッカーファンがきちっと楽しめるものにすると。うん。例えばカタール大会の時には、はい。宿泊の問題がすごくみんな気にして、最初はい。は大変だったんです。最終的には、宿泊の問題もクリアして、うん。入場料もそんな高くなくて、みんなが楽しめる大会だったとうん。思いますけど、その形に戻せるかどうか、それうん。は、2兆5000億円っていう収益を、例えば、その半分以下、あるいは3分の1にするような、あのうん。覚悟がなければできない。うん。それは FIFA が、世界のサッカーをどうしていくかっていうことの上で考えるべき問題だと思いますけど。なるほど。後藤さんいかがですかそういう意味では、世界のサッカー界である程度の、影響力を持っているうん。伝統国のスペインで開催するということで、ぜひ FIFA に対してそういうふうに元の本来のあるべき姿に、はい。戻していく方向でスペインには頑張ってほしいですね。なるほどね。スペイただ、ンのね、はい。あれ、今は国王がいるんだよんね。うん。スペイン国王うん。が、はい。あの、インファンチーノに誰かはい、はい。出場停止のやつをなんとかしろって言うかもしれないですね。頑張っちゃうかもしれないです。あ、昔、そう、1982年のスペイン大会の時もね、スはい。ペイン代表がグループリーグで敗退しそうになったら、レフェリはい。ーがわけのわからないペナルティーキックを取って、スペインの選手が蹴ったら失敗したんですね。そしたら、まえたやり直しをさせて、無理やりスうん。ペインを、グループリーグっていうか、当時は一次リーグですけど、一はい。次リーグから救ったんですよ。敗退からなるほ救った歴史がありますよ。ど。なるほど。まあ、ワールドカップには結構そういう歴史もいろいろあって、アルゼンチンでやった時にはなんか機関銃を持った兵隊がずらっと、いやいや、それはえアルゼンチンじゃないです。アルゼンチンの時に起こったのは、アルゼンチン対ペルー戦で、アルゼえンチンが6対0で勝ったんですけど、その時ええにアルゼンチン政府がペルー政府に対して圧力を加えて、なんか食料援助をしたという、そうえ いう、あと、あれ、機関えー銃が並んあれだっていう。それはハイチドイツ大会。のワールドカップですね。ああ、そうですか。ミュンヘンオリンピックでテロがあったんで、はい。その2年後に行われた西ドイツ大会は、軍隊が出て警備してましたうん。よね。うん、なるほどね。軍隊が出てたのは、イタリア大会まで軍隊出てたよね。そうそう、そ確か。れはまあ別に、軍隊が普通の出るのは普通の、うん。ことですよ。まあ、期間中っていうのは、昔、ワールドカップ予選でハイチでやった時に、はい。グラウンドの外を、軍隊が取り巻いて機関銃を向けてたという話がありましたけどね。なるほどね。まあ、いろいろなことがある、ワールドカップですけれども、2034年のサウジアラビア大会のことで、以前この番組に出ていただいた後藤さんが、この大会は、日本が結構ホームのようなもんだから、チャンスだという言葉を言われたのは、半分冗はい。談か、半いや、分、本気です。半分本音かということで。例えば、2022年のカタール大会は結構アジア勢が頑張ったんですよね。はい、そうです今回はね。アジアで、うグルーん。プリーグ突破したのは日本とオーストラリアだ日本、けだったんですけどはい。も、カタール大会の時にはかなり多くのアジア勢うがん。残ったんですよね。そうれはやっぱん。りアジアで、距離的に近いということもあっなたし、るほど。特に日本なんかもうしょっちゅうサウジアラビアやカタールで大会やってるんでね、はい。慣れてるわけですよね、場所なるほど。的にね。それだからやっぱり、準ホーム的な形でいけるんで、試合としてうん。は、日本にとっては有利であることは間違いないと思うんですよ。だから優どうです、勝できるわけじゃないですけどね。どうですかね。暑さということについては、どうなるんでしょう。カタール大会の時みたいに、冷房の効いたスタジアムがバンバンできるという感じになるんでしょうかね。
まあの、た、カタール大会の同じように、夏じゃない時期に。夏じゃない時に。うん、試合上はね、その冷房はできるんですけど、え人がこう動き回ったり、はい。それから、まあ、街を楽しんだりっていうのは、冷房が効かないですから、なるほど。やっぱり、アラビア半島の夏っていうのはう40度当ん。たり前、50はい。度になるっていうようなところですから、そういうところでは無理で、やっぱり11月、12月の大会にせざるを得ないと思いますね。それはもうサウジアラビアでやるってことは決まってるってことは、はい。そういう時にやるっていうこと、カタもうールと同じ。カタールでの実績がありますかなら、るほど。まあ、例えばヨーロッパのクラブ側もそういうことはもう覚悟してるだろうと思いますけどね。なるほどね。そこで、まあ、2034年ということは、今から8年後ということで、日本がスペインのようになれるのはどうなのかっていうのをこのシリーズの第1回目に喋っていただいて、20年ということが出て、まだ20年に行くには、半分なんですけれども、どうですか？かなり期待することはできるんでしょうか？大隅さん、いかがでしょどうでしょうね。僕はね、今回、佐野海舟の、う？ブラジルはい。戦で挙げたゴール。まあ、はい。あのゴールだけではなくて、ブラジル彼の、戦のゴールです。彼のプレーぶりっていうのは、やはり、これからの日本の、方向性だと思うんですよね。すべてのあ選手があれくらいのインテンシティをあ、持っはい。て、はい。それで頭もよく、スはい。ピードもあり、決める力もありっていうふうになっていっスタミナたら、もありと。そうですね。うん。なっていったら、あのうん、状況によってスペイン並みの試合ができるようになるかもしれない。うん、なるほど。後藤さんいかがですか？つまり、8年後に優勝ができるかどうかという話ですか。8年後に佐野海舟8が年後11人は、揃うか。はい。それは、それはちょっと8年じゃ無理だと思いますよ。はい、はい。あまりにもやっぱり今の優勝をするチームの、まあ、わずか数チームですけど、そはい。こと日本の差は大きいです。だから、なるほど。ベスト8、ベスト4、今回だって、うん。うまくちょっとした運が向いていれば、あるいは、怪我人がいなければ、ベスト8は十分手が届いた範囲だと思う。なるほど。はい。ですから、これからベスト8が目標、あるいは一つ上のベスト4が目標、そのぐらいうん。は考えていいんじゃないかと思いますけどね。そのうん。先、決勝進出、つまりね、過去のワールドカップ見ても、3位っていうのは結構意外なチームが来ちゃうっあていうのあ、はい。が結構あるんですよ。例えばはい。韓国が2002はい。年、そう熊本ですね。開催はい。でましたよね。あの時は韓国4位で、3位がトルコはい。ですよね。はい。その前に94年のアメリカ大会でスウェーデン、ブルガリアというね、はい。ちょっと意外なところが来ますよね。そういううん。ことはあり得るんでね、ベスト4はもう目指していいと思いますけど、そうれを超えん。て決勝進出っていうのはね、やっぱりこのハードルは高いと思いますからね。なるほどね。何が足りないですか？というのはもう喋ったか。スペインのようにな第1るため回でもにはいか。散々話しましたけども、とにかく、技術、フィジカル、それかなるほど。ら、なんていうか、勝負への執着心、うあらゆるん。ものが揃わないとね、できないんでね、それを揃えていくっていうのは、不可能だとは言わないけど、ものすごく難しい仕事だと思います。うん、なるほどね。さあ、どうでしょう。大隅さん。はい。我々、結構年取っちゃったんですけれども、我々の生きている間に、素晴らしいことは起こりますかね？いやー、それ以前に自分がいつまで生きるかは問題ですけどね。あの、僕ら、後藤さんも僕も、はい、まあ、一つ違いで、同じ世代ですけど、はい、僕らが、若かった頃は、日本がワールドカップに出るなんていうのは、夢のまだ夢だった。はい、それが、やっと出られた。はい、出るのが当たり前になった。はい。で、グループリーグを突破するのも、まあ、ほぼ、うん。今回だってグループリーグはもうみんな突破できると思ってましたよね。思ってましたね。うん。はい、それはもう大きな夢のようなはい。ことですよね。ですから、それだけ日本のサッカー努力してきて、うん、進歩してきたと思うんで、うん。あの、そういう夢がね、また叶わないとは誰も言えないし、なるほど。はい。そのためにみんな、日本サッカー協会も J リーグも選手うん、たちも
みんな努力してる。いやし、まあ、草サッカーレベルの、でも、はい。子供を教えてるコーチたちがみんな努力してるうん。っていうことで、僕は、不可能はないと思ってます。はい。そうですね。どうですか、後藤さん。不可え、能はないということで。もちろん不可能はない。ただ、それにどれぐらい時間がかかるかという問題ですよね。そうですね。すべて努力していることが正しい方向を向いていって、運も向いていて、うん。それでどれぐらい時間がかかるか。僕がやっぱりワールドカップに初めて出て、最初3戦全敗だったジャマイカにも負けてはい。たわけですよね。そこからはい。28年かかって、もう誰もがグループリーグ突破する、その上までいけると、ようやく信じるようになる、信じることができるようにうん。なるまで28年かかった。随分かかったなと思います。だからやっぱりうん。これから本当に優勝ということを考えたら、それに近いぐらいの時間は我慢する。だから我々はもう長生きするしかないと思ってますね。なるほど、なるほどね。ということで、今日は最後に、その日本が先に優勝することも可能性としてある。で、優勝できるかもしれない先まで、FIFA はどうなっているだろうと、またどうあるべきかって思うんですけれども、それ、大隅さんいかがですか？本当にそういうことなんですよね。うだから、ん。ワールドカップがね、こうやって、みんなで力入れて見たり、話したり、はい。行ったりっていうね、価値のあるものであり続けなければ、うん。ワールドカップ優勝したの、あ、そうっていう、そんなじゃね、面白くないですよね。うん。だから、FIFA がもう本当にワールドカップをちゃんと、本来の価値にしない限うん。り、えー何やっても虚しいかもしれないですね。なるほどね。ヨーロッパがね、FIFA に反発して、はい。脱退しちゃってね、ヨーロッパうん。なしでワールドカップが開催されたら日本も優勝の可能性だいぶ出てくるんじゃうないですかそうだね。わヨーロッパいなければ随分違うよね。ね。面白くないですね、それは。でもね、面白くないですね。でうん、だないでからそしたらすね。ウェファに入るしかないよね。ああ、いいです後藤さね。んの昔からの持論でウェファに。昔から夢です。うん、ACL じゃなくて、ウェファのチャえ、ンピオンズリーグに、日本の力が出る。夢ですよ、こうん。れ。ああ、だ、そうしたら、本当にね、日本の選手もそういうヨーロッパのカップ戦にしょっちゅう出られるようになったうら、ん、うん、うんワールドカップ優勝も少し近づくかもしれないですよね。うん。でもそれはもう面白い意見だと思いますけども、ふっと浮かんだ言葉が脱亜入王という言葉で、だから、あまり例えば、よく、日本と防衛関係で い NATO や、と協力が進んでなるほど。その時には、ウェファは、ヨーロッパうん。だけではなくて、アあ、フリカも、なるほど。アジアのなるほど。日本も韓国もオーストラうん。リアも、うん。みんな、ウェファに入って、なるほど。で、FIFA ってなんか、その辺の声掛けで試合やってるぞみたいな、感じの、なるかもしれないですね。そうですね。そういうふうにすそう、るしかないかもしれない。今の状況だったら。それはインファンチーノ長くやってほしいですね、そのなるために。ほどね。うん。まあ、FIFA のも初め生まれた時はそういうところから生まれたと。8カうん。国でしたっけ？ 7 カ国でし7たっけ？ カ国ですね。7 カ国ですね。そうん。のくらいから生まれたわけですから、ウェファがそういうふうに変わることも、後藤さん考えられないこそとではないでもそも すね。FIFA っていうのはヨーロッパの組織だったわけですよね。そうですね。そうはい。そう。南米連盟というのなん、はもう古くから1920年代からありましたけど、はい。うヨーロッパサッカー連盟というのは1954年までなかったわーけですよ。なぜかというと、ん。FIFA というのがヨーロッパの組織だったからでそう。すよね。南はいはい。米連盟、20年代っていうのは1917年なんですけど、そうよ。南米連うん。盟できたのは。う南米連ん。盟作ったのは、ウェファと並ぶ組織として彼ら意識しウェファてた。とじゃなくて FIFA とね。あ、うん。ごめんなさい、FIFA ですね。FIFA と FIFA と並ぶようにうん。だから、南米連盟ができた。FIFA はヨーロッパの組織だ。これははい。南米の組織だっていうんで、すごい早い時期に南米の組織ができてるわけですね。なるほど、ですから、なるほど。FIFA がもし衰退していくんだったら、まあ、うん。それは、まあ、そこに残ってる必要ないですうし、ん。ウェファに加盟して、ウェファをどんどん強くすればいい話だとなるほど。思います FIFA よ。が衰退していったらね、各大陸連盟の連合組織がワールドカップを組織すればいいわけですよね。うん。なるほどね。アフリカ連盟、AFC、北中米、コンカカフね、そういうところ意見、で、意見まとまらないな、それは。
でもそういう言葉で狙って日本のサッカー協会がインファンティーノに、支持を表明したということはまあないでしょうね。ないんだろうな。いやいや、だから僕はそこは問いたい。ああ、なるいや、ほど。日本サッカー協会が、うん日本サッカー協会はこれだけ FIFA のところが問題になってる中で、日本サッカー協会は、インファンティーノを支持してるのかしてないのかってことははっきりしなきゃいけないと思いますね。なるほど。うん、およびその理由ですね。そうですね。うん。するなら何のために支持するのか。密約でいいことを約束してもらって、ねあれですか、アジアでの開催ですかFIFA の、ワールドカップの。ワールドカップの開催権日本にいますから、う言われたん。ら、なるほど。まあ、どういうことになるんでしょうか。未来の日本のサッカーは、我々はなんとか優勝の見届けるまで生き延びましょう。この番組も続けましょう。ということでよろしいですか、結論は。はい。はい、じゃあ20年後に楽しみにしてます。20年後、20年後先を目指しましまだょう。100歳前ですから、生きてそうると。ですね。平均寿命よりも下だと、人生100年ということを考えたら、我々は、日本の優勝を見られる可能性も高いということになりますね。いい結論でしたね、今回の話は。非常に面白い話でした。ありがとうございました。本当、後藤さん、大隅さん、ありがとうごありがとうざいました。ございました。ありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラムイットプレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。